手元にある数千円の小さな基板がですね、自ら計画を立てて自分でコードを書き始める。ちょっと信じられないような話ですよね。そうなんですよ。一方で、私たち人間は、未だに Gmail のアドレス変更っていう泥臭い問題に四苦八苦してシステム全体をダウンの危機にさらしているという、なんかすごいコントラストじゃないですか。本当にそうですね。私たちが普段テクノロジーの進化として表面的な魔法だけを受け取っている裏側には、想像を絶するようなエンジニアリングのブレイクスルーと過去20年間引きずってきた技術的負債が混在しているんです。なるほど。その両面を理解しないと、これからの技術の潮流はつかめないんですよ。全く同感です。常に学び続けるリスナーのあなた、ようこそ。今回の徹底解剖は、この奇妙な状況から始まります。よろしくお願いします。今回の私たちのミッションは、2026年4月12日付の Google 関連の最新ソースを読み解くことです。これが私たちのテクノロジーの未来をどう形作るのかを明らかにしていきます。ソースはいくつかありますよね。はい。手元の資料には、リリア3 Pro の音楽生成、巨大インフラのトーチ TPU、エッジで動く Gemma 4、次世代の ADK スキル、そしてさっき触れた Gmail の仕様変更が含まれています。一見するとバラバラなニュースに見えるかもしれませんね。でも実はこれらすべてAI の巨大化と効率化、そしてそれが私たちの日常のアプリやアイデンティティにどう影響するかという一本の太い線でつながってるんですよね。まさにその通りです。よし、じゃあこれを一つずつ紐解いていきましょうか。まずはどこからいきましょう？そうですね。最初の接点として AI がもたらす魔法とその裏側のエンジンの話から始めるのが論理的かと思います。わかりました。最新のソースによると、リリア3 Pro の新しいデモ動画が公開されましたよね。はい、見ました。すごいクオリティでしたね。ですよね。これまでの音楽生成 AI よりもはるかに長い楽曲をさらに多くの Google 製品内で作成できるようになったと、これ自体純粋に驚きなんですが、同時にこれほどリッチなメディアを大量に生成するためには、信じられないほどの計算資源が必要になるはずですよね。そうなんですよ。そしてその裏側の力技を支えているのが次のソースにあるトーチ TPU なんです。トーチ TPU？ はい。簡単に言えば Google の巨大な TPU インフラ上で PyTorch という開発フレームワークをネイティブに実行するためのエンジニアリングスタックですね。リスナーのあなたも PyTorch という名前は聞いたことがあるかもしれませんが、ここで少し踏み込みたいと思います。ソースには Eager First アプローチを採用しつつ、XLA コンパイラーを使用して大規模クラスターを最適化しているとあります。なかなか専門的な言葉が並んでいますね。はい。これ具体的に何がどうすごいんでしょうか？非常に重要なポイントです。Eager First の Eager っていうのは、プログラマーがコードを一行書くことに、その結果を即座に確認できる直感的なアプローチのことなんです。なるほど。開発者にとっては使いやすいわけですね。でも一方で、巨大な TPU の性能をフルに引き出す XLA コンパイラーというものは、通常、全体の計算の設計図を事前に全て把握してからでないと最適化してくれないんですよ。ということは開発者は1行ずつ確認しながら進めたいのに、システム側は最初に全部の設計図を見せろって要求してくるわけですか？その通りです。完全に矛盾しているんですよ。なるほど。じゃあその矛盾をどうやって解決したんですか？それを見事に解決したのが今回のトーチ TPU なんです。開発者は今まで通り直感的に PyTorch でコードを書くだけでいいんです。書くだけで？はい。システムが裏側でそれを TPU 向けの超高速な処理へと自動的に変換してコンパイルしてくれるんですよ。なんだか魔法みたいですね。例えるなら高速道路でスポーツカーを運転している最中にドライバーには一切気づかせないままシステムが裏でエンジンをスーパーコンピューターの巨大なものへとシームレスに乗せ替えてくれているようなものですよね。その例えすごく適用しています。ただもう一つ AI 特有の重要な要素を加える必要があるんです。重要な要素？何でしょうか？それがソースにある動的シェイプのサポート拡大です。動的シェイプですか？単にエンジンを乗せ替えるだけじゃなくて、道路の幅やカーブの形がリアルタイムで変わってもエンジンが瞬時に適応するような仕組みなんです。道路の幅が変わるっていうのは具体的にどういうことですか？ AI の世界だと入力されるデータのサイズが常に一定とは限らないんですよ。なるほど。例えばリリア3 Pro で3分の曲を作るときと5分の曲を作るときでは計算の形、つまりシェイプが変わりますよね。
確かにデータ量が違いますからね。従来のコンパイラーはこの形が変わるたびに一から計算をやり直す無駄な時間が発生していたんです。これをコンパイルのオーバーシェットと言います。それは時間がかかりそうですね。でも動的シェイプをサポートすることでデータの長さが変わっても再コンパイルなしで処理できるようになるんです。結果として AI の処理速度が劇的に向上してコストが下がると。その通りです。だからこそリリア3プロのような重い魔法を私たちが日々使う様々なアプリに実装できるようになったんですよ。面白いですね。つまり動的シェイプやコンパイラといった難解な裏柄の最適化こそが私たちが手元でより長い音楽を生成できるという、なぜ可能になったのかの答えだったわけですね。はい、まさにそういうことです。いやー、腑に落ちました。でもここで新たな疑問が生まれるんですよ。なんでしょクラウド側の計算資源がどれほど効率化されたとしても、私たちが日常的に生成するデータ、例えば個人のスケジュールとかスマホのマイクが拾う音声データなんかを全てクラウドに送り続けるのは非現実的ですよね。う。おっしゃる通りです。データセンターと通信し続けることには物理的な遅延、つまりレイテンシーの問題と深刻なプライバシーという限界がありますから。ですよね。だからこそテクノロジーの主戦場は巨大なクラウドから私たちのポケットの中へと移行せざるを得ないんです。そこで登場するのがジェンマ4ですね。はい。Google ディープマインドがローンチした最先端のオープンモデルです。そう読んで驚いたんですが、これ単なるテキスト応答のチャットボットじゃないんですよね。違います。複数ステップの計画立案や自律型エージェントのワークフローを端末上で直接実行できるっていう、しかも Apache 2.0 ライセンスで提供されていて、数千円で買えるラスベリーパイのような IoT プラットフォームでも動くとあります。ここでリスナーのあなたにぜひ注目していただきたいのは、強力な AI が小さなデバイスで動くという事実そのものよりもですね。はい。それがオープンソースで提供されているというそのインパクトの大きさなんです。オープンソースであることのインパクトと言いますと、これまでは自律的に計画を立てるような高度なエージェントを組み込もうとすれば、巨大企業の API に依存してリクエストごとにコストを支払う必要があったじゃないですか。毎回お金かかってましたよね。でもジェンマ4の登場で世界中の開発者やハッカー、スタートアップがあらゆる物理デバイスに無料でオフラインで動く頭脳を搭載できるようになったんです。なるほど。つまりインターネットにつながっていない監視彼らが自律的にこれは侵入者かただの野良猫かを判断してアクションを起こしたり、はい。家電がユーザーの生活パターンから独自の計画を立てたりできるようになるってことですか。まさにそういうことです。しかもライト RTLM ライブラリーのおかげで、ただテキストを出力するだけじゃなくて、はい。システムが直接読み取れる構造化出力が提供されるので、他のプログラムとも確実に連携できるんですよ。いやー、それは本当にエキサイティングですね。AI が画面の中の相談役から物理世界で行動を起こす自律型エージェントへと完全にフェーズを移行したってことですよね。そういうことです。ただここでリスナーのあなたも同じことを考えていると思うんですが、どうやってそんなことが可能になるんですか。ラスベリーパイのようなメモリが数ギガバイトしかない小さな基板で複数ステップの計画とか自律的なワークフローみたいな重い処理をさせたらすぐにメモリがパンクしてクラッシュしてしまいませんか。当然の疑問ですね。そこにはハードウェアの物理的な制約という巨大な壁があります。はい。そしてそれを突破するためのソフトウェアアーキテクチャが次のソースであるエージェントデベロップメントキット、つまり ADK のスキルトゥールセットなんです。来ましたね ADK。ソースによるとこの ADK は段階的開示というアーキテクチャを採用していると。プログレッシブディスクロージャーですね。はい。AI エージェントが必要な時にだけ専門知識をロードすることで、トークン使用量を最大 90% 削減できるとあります。90% ってすごい数字ですよね。この最大 90% の削減こそが小さなデバイスで高度なエージェントを動かすためのコア技術なんですよ。従来のプロンプトって例えるならAI に対して毎回1000ページある業務マニュアルの全ページを読ませてから仕事を頼むようなものでしたよね。まさにそんな感じです。念のためこれも覚えておいてって全ての情報を詰め込んでいたから、そりゃあメモリも消費しますよね。それに対して ADK の段階的開示は、私なりの言葉で言えば必要な瞬間にだけ必要な刃が出現して使い終わったらスッと消える魔法のアーミーナイフみたいなものですよね。そのアーミーナイフという概念はすごく良い出発点ですね。でも ADK の真の凄さはさらにその先にあるんです。
その先ですか？ソースにあるスキルファクトリーという機能を見てください。これはあらかじめ用意された刃を出すだけじゃないんですよ。はアーミーナイフ自身が直面したネジの形を見て、その場で自分専用のドライバーの刃を設計して、改造して、使い終わったら溶かして捨てるような仕組みなんです。自分で刃を作り出すんですか？どういうことですか、それ。具体例で考えてみましょうか。例えば、あなたのデバイス上で動くカレンダーのエージェントに、明日の朝、シカゴへのフライトを予約してと頼んだとします。はい、よくあるタスクですね。従来の AI なら、世の中のすべての航空会社の API の叩き方を常にメモリに保持を置く必要がありました。でも ADK のエージェントは違うんです。普段はそんな無駄な知識は持っていないと。エージェントは要求を受けた瞬間に agentsskills.io という共通規格にアクセスして、その航空会社の仕様書だけを読み込むんです。なるほど。そして予約を実行するための Python コードをその場で自分で書いて実行して。自分で書く。はい。そして予約が完了したら、そのコードと知識をメモリから完全に消去するんですよ。ちょっと驚きました。エージェントが自分でコードを書いて、リアルタイムで一時的なスキルを獲得しているんですね。そうなんです。だからこそ、重い知識を常に抱え込む必要がなくて、たった数ギガバイトのメモリしかないハスベリーパイでもスイスイ動くのか。はい。これ、もはや開発者が全てをプログラミングする時代から AI が自己完結型でシステムを拡張していく一時的なアーキテクチャへのパラダイムシフトですよね。まさにその通りです。状況に応じて動的に姿を変える極めて洗練されたシステムなんですよ。いやー、すごい時代になりましたね。本当にそうですね。さて、ここまでの話でAI がいかに洗練されて動的に自らを最適化して自律的にコードまで書くようになったかを見てきました。でもここで最後のソースを見るとあまりの落差に間合いがしてきますよ。Gmail のユーザー名変更の件ですね。はい。AI が数千面のデバイスの中で自分でコードを書いているというのに、私たち人間とアプリケーションの間には信じられないほど泥臭い問題が残っています。耳が痛い話ですね。ソースによれば、米国のユーザーはこれまでのデータや受信トレイを維持したまま @gmail.com のユーザー名を変更できるようになったそうです。古いアドレスはエイリアスとして残ると。一般のユーザーにとっては過去の恥ずかしいメールアドレスを変更できるシンプルで喜ばしいアップデートに聞こえますよね。ユーザーにとっては嬉しいですよ。でもソースには開発者向けの深刻な警告としてメールアドレスをユーザー ID として依存しているアプリはアカウントの重複やアクセス喪失の危機に直面すると書かれているんです。そうなんですよ。これが大問題でして。AI が地道なスキルを拡張する時代に人間がメールアドレスを A から B に変えたっていうただそれだけの理由でデータベースが混乱してシステムが破綻してしまう危険がある。これものすごい皮肉ですよね。皮肉ではありますが、同時にこれは私たちが過去20年間にわたってインターネットの基盤に溜め込んできた技術的負債の最も典型的な例なんです。技術的負債ですか。なぜこんなことが起きるのか、その理由を理解しておく必要があります。そもそもなぜメールアドレスを変えるだけでシステムが破綻するんでしょうか。インターネット黎明期から現在に至るまで、あまりにも多くの開発者がメールアドレスは永遠に変わらない1位の文字列であるという誤った前提でシステムを作ってきたからです。なるほど。データベースの主キーとしてメールアドレスを直接使ってきたんですよ。それが一番簡単だったから。はいはい。でも現実の人間は結婚で形が変わることもあれば、アイデンティティの変化に伴ってアドレスを変えたくなることもありますよね。人間は動的な存在なのに、システム側が人間を静的で変わらない文字列として固定化してしまっていたわけですね。まさにその通りです。だからこそ Google は開発者に対してユーザーを識別するための情報を表面的なメールアドレスから裏側で1位に割り振られるサブジェクト ID へ移行するように強く推奨しているんです。サブジェクト ID ですか。はい。サブジェクト ID とはユーザー名が変わろうがエイリアスが増えようが決して変わることのないシステム内部の普遍的な英数字の文字列のことです。なるほど。人間が読むための名前であるメールアドレスとシステムが識別するための ID を完全に切り離せっていうことですね。そういうことです。もしリスナーのあなたがアプリ開発者やビジネスオーナーなら、これは今日にでも確認すべき極めて重要なアクションアイテムになりますね。間違いありません。AI がどれほど高度になっても、それを扱う人間のアイデンティティをシステムが正しく追跡して管理できなければサービスは成り立ちませんから。いやー、これで今日用意した全てのソースがつながりましたね。今回の徹底解剖を少し振り返ってみましょうか。はい、お願いします。クラウドの裏側では、
トーチ TPU がイーガルファーストと動的シェイプによって巨大なエンジンのコンパイルをシームレスに行い、リリア3 Pro のような魔法のコストを劇的に下げました。その効率化の流れはついにエッジへと到達して、オープンソースであるジェンマ4が私たちのポケットの中やラスベリーパイの上で自律的に動くようになりました。そうでしたね。さらに ADK の段階的開示とスキルファクトリーによって AI は必要な時にだけ自分でコードを書いてスキルを動的に獲得する術を手に入れたと。はい。しかしテクノロジーの根幹がこれほどまでに動的に変化しているにもかかわらず、私たち人間とシステムをつなぐアイデンティティの管理は未だに性的なメールアドレスという古い前提に縛られている。そして今まさにサブジェクト ID という新しい基盤への移行を迫られている。これが今日の探究の全体像ですね。素晴らしい要約ですね。システム、AI モデル、エージェントのスキル、そして人間のアイデンティティに至るまで、すべてのレイヤーで性的なものから動的なものへの移行が起きている。これが今回の最大のインサイトと言えるでしょう。性から動へ。まさにその通りですね。さて、最後にリスナーのあなたに一つ想像してみてほしいことがあるんです。はい。今回、専門家のお話を聞いていて、私の中に少しゾッとするような、でも非常に知的好奇心を刺激される疑問が浮かんだんですよ。専門家、最後にあれをお話しいただけますか？もちろんです。ジェンマ4のような高性能なモデルが小さなオフラインのデバイスで動き、ADK によってエージェントが自分でコードを書き、新しいスキルをネットワークから動的に獲得できるのだとすればですね。はい。もし、世界中の何十億もの小型デバイス上で人間の手を一切借りずに AI エージェントたちが独自の問題解決を行い始めたらどうなるでしょうか？人間が関与しない AI エージェントだけのネットワークですか？そうです。そして、その新しく生み出したスキルをエージェント同士で勝手に共有し始めたら、うわー、それは。私たち人間がメールアドレスを変更したからアプリにログインできないなんて、パスワードのリセット画面で手こずっている間にですよ。はい。はい。何十億もの AI 自身がどのエージェントが信頼できるか、誰がどのスキルを持っているかを識別して連携するために、人間とは全く無関係の AI 同士のサブジェクト ID を構築し始めるかもしれないんです。なるほど。私たちの知らない裏側で AI たちが独自のインフラとアイデンティティシステムを作り上げて、全く新しいエージェントのためのインターネットを構築し始めるかもしれないと。これ大げさな SF ではなくて、今日の技術の延長線上に確実に見えている未来なんですね。はい。そう遠くない未来だと思います。常に学び続けるリスナーのあなたなら、この静から動へシフトしていく世界をどうデザインして、どのように適用していくでしょうか？興味深い問いですね。その答えを探す旅はまだまだ続きます。今回はここまでです。また次回、新たな探求でお会いしましょう。